皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本にある世界遺産の一つ、軍艦島についてです。この軍艦島の世界遺産登録について、韓国が異議を唱え、この世界遺産登録について抹消しようという動きを見せています。今回はそのことについて触れていきましょう。なお、韓国がこの件について異議を申し立てているのは、その歴史認識について日本と韓国では開きがあるからです。日本側が調べた結果こうでしたよという歴史についての事実が、韓国にとっては我々にとってはそれは受け入れられないという具合にして、日本側の歴史認識についてノーを突きつけているのです。しかしこのこと自体はそれほど珍しいことではありません。なぜならば、日本と韓国においては歴史がどのようなものであるのか、その定義そのものが全く異なっているからです。今回はそのことについても触れていきましょう。それでは韓国が軍艦島についてどのような動きをしようとしているのか、その関連ニュース、そしてその反証の記事などについても見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。韓国、日本の世界遺産、軍艦島取り消し求める方針。ユネスコの世界遺産、明治日本の産業革命遺産を説明する日本政府の施設をめぐって、韓国メディアは、韓国政府が旧朝鮮半島出身労働者に関する説明が不十分だとして、ユネスコに対し登録の取り消しを求める書簡を今月中に送る方針だと伝えました。軍艦島の通称で知られる長崎市の羽島炭鉱など23の資産で構成される明治日本の産業革命遺産は、ユネスコの世界遺産として5年前に登録されました。これをめぐって日本政府は、登録を審査した世界遺産委員会が歴史全体を理解できるよう日本側に対応を求める決議を行ったことから、当時の歴史を説明する産業遺産情報センターを東京新宿区に設置し、今月15日から一般公開しています。しかし、韓国政府は登録が決まった際、日本側が一部の施設で大勢の朝鮮半島の人々などが意に反して厳しい環境下で労働を強いられたと述べたにもかかわらず、そうした内容を否定する証言や資料だけを展示しているなどと主張し抗議していました。これについて韓国の文化体育観光省は、公式な発表はないとしながらも、早期に是正されるべきだ。日本側が約束を履行するよう多角的な対策を講じるとしています。一方、日本政府は、世界遺産委員会における決議を真摯に受け止めて、誠実に履行してきたとして、対応に問題はないという認識を示しています。軍艦島に関して韓国が言いがかりをつけていることに関しては、日本側のマスコミが反証を行っています。捏造士官に揺れる軍艦島、元島民の証言動画で反証。長崎市の羽島炭鉱、通称軍艦島で戦時中を過ごした元島民らで作る真実の歴史を追求する羽島島民の会、羽島の会が朝鮮半島出身者との暮らしを証言した動画を制作し、一般財団法人産業遺産国民会議のウェブサイト、軍艦島の真実、朝鮮人徴用工の検証で公開している。元島民たちは差別や虐待なんかなかったと口を揃え、貧しいながらも双方が協力して暮らしていた実態が浮かぶ。韓国側は軍艦島を含む明治日本の産業革命遺産を国連教育科学文化機関ユネスコの世界文化遺産に登録する過程で、戦時中に強制徴用された労働者がいたと主張し、登録に反対した。国連関係者へのロビー活動では、日本人に比べ危険な現場での作業を強いられたと主張したという。ある元朝鮮人労働者は、日本の新聞などで常にふんどし姿でつるはしを振るっていたなどと主張するが、羽島炭鉱で測量作業に従事した井上さんは、校内で裸の作業はできない。危ないから、石炭の粉炭が落ちてきたら体が切れるとですよ、と反論した。ウェブには、2016年に韓国で出版された児童絵本、恥ずかしい世界文化遺産軍艦島と実態との違いを、元島民らが検証する動画もある。少年が鉄格子の檻に閉じ込められた絵本の描写について、元島民らは、ないよそんなもの、と口々に否定する。日本兵が朝鮮人の少年を鞭で叩くシーンも、松本さんはそういうことを冷酷に指示し、実行させた人間は羽島に一人としていなかったと語気を強めた。在日韓国人2世の鈴木さんも証言し、戦時中に羽島でひどい目に遭ったという話など全然聞いていない。朝鮮人ということで指を刺され、陰口を叩かれることは
近所付き合いではなかったと語る。元島民らの証言などが聞けるウェブサイト、軍艦島の真実、朝鮮人徴用工の検証というサイトについてのアドレスは動画説明欄に記載します。日本と韓国を比較した場合、歴史についての認識というものはかなり異なっています。その中においても非常に大きな違いがあるのは、それは政治の影響をどれだけ受けるのかということです。例えば私はこのチャンネルの動画の中においても、韓国の歴史教育というものがどんどんと悪い方向に進んでいますよということを伝えてきました。特にムン・ジェイン政権になってからはそれが加速しているような状況で、子供は小さい頃から日本というものは一体どれほど悪い国だったのかというのをどんどんと押し付けられるようになってきています。そしてそのことを受けて大人たちは反日教育というものが当然のように受け入れられています。ですから、竹島は韓国領であるということを信じて疑いませんし、また、日本の統治時代というものを見たときに、全てが全て暗黒時代であった。やることなすこと全てが残虐非道な日本人による朝鮮半島に住む人々は奴隷のような生活を送り、筆舌に尽くしがたいことの屈辱的な生活を送っていたというような歴史観を植え付けられています。それはもはや国家による刷り込み、思い込みというものを非常に強くするものです。ですから、この記事の中でも登場した絵本というものが出てくるのですが、その他にも軍艦島を取り扱った映画なども非常に政治的な色合いが強く反日的な内容になっています。そして恐ろしいことにそうした絵本であったり映画であったりそうした創作物というものについてこれが真実の歴史なんだ。なんでこんな大事なことをもっと早く教えてくれなかったんだというような反応を示す人々が非常に多いのが韓国という国の歴史教育の結果です。そもそも学校教育の場において日本がいかにひどいことをしてきたかというのを延々と刷り込まれてきた人々にとってこういった事実があるよということを言われた瞬間にああそうなんだなと普通に受け入れてしまうような土壌があるのです。決してその後自分で調べていやそんなことはなかったんだなもしくは大げさだなとかそういった考えを改める人というのは非常に少ないのです。むしろ日本がいかにひどいかといった話を聞くとああきっとそういったことがあったに違いないという前提で話を進めてしまうのが今の歴史教育の結果なのです。そして創作物であるからには当然のようにそこには刺激的な内容がなければ多くの人が振り向いてはくれません。衝撃があればあるほど話題になる。それが創作物の一つの側面です。ですから映画軍艦島においては朝鮮半島出身者というものが差別されていたかということを前提にして話が進んでいきますし、それを前提としてそれを見た人々がああこんなにひどかったんだなというふうに受け止めるような構図になっています。ですから日本政府や元島民の人たちが力を合わせていやいや韓国側の主張というものは根拠がないんですよということをわざわざ言わなければならないのです。そして同じように気をつけなければならないことがあります。その韓国側の主張というものがあくまでも創作物に基づいてもしくは歴史教育において植え付けられた日本はひどい国だ。だからこういうことがあったに違いない、そうに違いない証拠など全く関係ないといったそういった主張を日本人側が受けて、その聞いた日本人がああ日本はそんなひどいことをやっていたのかとそう感化される人間がいることも非常に気をつけなければなりません。なぜならば日本人というものは非常に騙されやすい面があります。学校教育の場においてはみんなと仲良くしましょうといったことが非常に単純に語られて学校教育の中に組み込まれています。しかしこの言葉というものは非常に多くの問題を含んでいます。なぜならば人間全てがいい人ではないというこの現実を無視しているからです。真顔で嘘をつく人がいるという現実を全く無視しています。ですから韓国の人がこういったことを日本人がやっていたんだ、なんてひどい奴らだ、日本人は我々に謝罪すべきだという話を聞いた日本人側がああそんなひどいことをしていたんだ、これは韓国人の人たちにみんなで謝らなければならないといったようなそうした影響を受けてしまうのは日本側の教育にも問題があるのです。いかに相手がおかしな主張をしているのかということについて日本人自身も疑問を持ち、それに対する反論というものを明確にそして継続的に行っていかなければなりません。今回の件についてはユネスコに韓国側が異議を申し立てて、そして世界遺産登録からの抹消というものを目指すというわけですが、日本は明確に問題がないというだけではなく、韓国側がいかに証拠を捏造していたり思い込みであったり嘘、大げさ、紛らわしいそれらの言論を駆使していることについて明確に批判し、そして全否定をしなければなりません。そうしなければ韓国側が日本は黙っているんだ、
だから認めているんだといったような論法を許してはならないのです。皆さんはこのニュースについてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。